はい、皆さんこんにちは、ゆりこです。私は今ここ稲村ヶ崎公園に来ています。今の時間は朝の7時半ぐらいですね。ここは神奈川の景勝50選として結構知られています。で、夜に来るとですね、結構怖い雰囲気になっていて、自殺のね名所としても知られていたりもします。今日はね、ここ稲村ヶ崎公園でポッドキャストをお送りしていきたいと思います。本日のポッドキャストのテーマは日本のプロポーズの歴史について皆さんと一緒に見ていきたいと思います。前回のねナンパの文化の歴史について結構皆さんから反響をいただきましたが、今回はねプロポーズの歴史について皆さんと一緒に見ていきたいと思います。プロポーズというね行為は実は古墳時代からあったようです。愛する異性が住む家の前で相手の名前を呼んだり、好きな気持ちを詩にして読んだりする行為が求婚、つまりプロポーズの始まりと言われています。これがね万葉集と呼ばれる古墳時代の文学をまとめたものにも書かれていたことから、プロポーズの始まりはなんと古墳時代からと言われています。直接面と向かって、気持ちを伝える現代のプロポーズから比べると、まどろっこしくてね遠回しなイメージがありますが、気配や声の抑揚、言葉などから相手の気持ちを感じ取る様っていうのは、まさに日本ならではの、察する文化の原点とも言えます。ちなみに現代のような結婚制度がねそもそもなかったので、恋愛を自由に謳歌していたこともこの時代の特徴だそうです。もしかしたら一夫多妻制だったのかもしれませんね。そして次、平安時代ですね。平安時代は和歌にしてプロポーズすることが流行りました。平安時代に入ると、貴族の間で和歌を贈るという雅な風習が広まりました。お互いにね思い合っている男女であっても、身分の違いやさまざまな制約で簡単に会うことができないのがこの時代。自分の気持ちを歌に詠んで送ることは、相手へ胸の内を打ち明ける最大の伝達手段として大いに活用されたそうです。そう、平安時代において和歌はまさに恋愛の必須アイテム、プロポーズの唯一の方法だったんですね。そして男性は結婚したい気持ちを歌に置き換えて表現するだけではなく、歌を書いた和紙に色をつけたり香りを忍ばせたりと工夫を凝らしていました。そのね涙ぐましい努力は当時の女性を大いに喜ばせたことだろうなと思います。ただね、その後平安後期にはこの風情ある和歌の贈り合いっていうのは、次第になくなっていきます。それは貴族たちが主役の優美な時代から鎌倉室町時代という、戦争の多い、時代へと移り変わる中、結婚は政略的な目的を果たすための手段となり、いわゆる政略結婚が横行する戦国時代を迎えます。確かに戦国時代って結構政略結婚が結構多かったイメージはありますね。その頃には結婚は当人同士の意思とはまるで関係のないところで決まっていってしまったため、そもそもねプロポーズをする機会自体がなくなってしまったそうです。実は江戸時代にはプロポーズが庶民に普及していきます。戦乱の時代が終焉を迎え、江戸時代になると、世の中の主役は武士から町人や庶民へと移っていきます。江戸の町では一般庶民の間で歌や手紙を送り合いプロポーズが行われるようになりました。これは上級階級しかできなかった読み書き、あとはそろばん計算っていうところを、一般庶民が学べるようになった
ことも背景にあります。そう、1600年ぐらいですね、江戸時代。ようやく一般庶民も、読み書きができるようになったので、手紙を書いて相手にプロポーズできるようになりました。ただし恋愛を自由に楽しみ、プロポーズをして好きな人と結婚できたのは主に庶民の間のことで、身分が上の階層の男女にとってはやはり結婚というのは親が決めるものでした。自分が本当に好きな人にプロポーズをして結婚相手を自由に決めることができたのは、一般庶民の中でもあまり身分の高くない人々に限られていました。この時代は一般的な家庭でも結婚相手は親が決めるものであり、2人の意思は尊重されない風潮が広くありました。結婚相手の決め方としては、武家などの家柄では政略縁談が多く、戦国時代から続いている家と家の結婚という考え方が主流でした。ただ商人や職人の家では商売を繁盛させるために、娘の婿を番頭や弟子から選んで迎え入れる後継ぎ指名が行われていました。庶民でも一般的にはお見合いで結婚相手は決められていて、本人たちの意思は二の次であったことが伺えます。面白い。そう、恋愛結婚というね、文化があまり根付いていない時代だったんですが、実は男性が女性にプロポーズをするときは、櫛を贈ったことが大きな特徴だそうです。私ね、薬屋の独り言っていうアニメ大好きなんですけど、そういえばなんか神子様がマオマオに園遊会の時に櫛を贈っていたなって今すごい思い出しちゃいました。そう、まだね最新話見てないので最新話を早く見たいなって今ちょっとうずうずしてますけど、そうなんでね櫛を贈ったかというと、結婚は苦しいものというね考え方から、苦労を共に分かち合いながら添い遂げたい、そんな気持ちを苦しいの苦に死ぬまでずっとっていう意味で死っていうのを込めて、そういう思いを込めて求婚したそうです。結構ロマンチックかもしれないですね。櫛を渡すっていう、なんか指輪じゃなくてね、素敵現代のスタイルになっていくのは明治以降です。明治以降は、海外からねキリスト教が普及されてきて、女性のね貞操観念とか、純潔に対する考え方が強まります。こうした背景から結婚はね娘の親と未婚の男性の間で、決まることが多く、娘をもらってくれ、もしくは男性から親に、娘さんをもらいたいといったやり取りで縁談がまとまっていきました。女性のね立場がまだまだ弱い時代ではありましたが、明治時代に開国されたことによって西洋の文化が一気に流れ込み、婚約指輪と一緒にプロポーズをするスタイルが少しずつ広がったことも確かです。昭和初期の頃までは親と未婚の男性が主導で結婚が決まるパターンがまだまだ多かったものの、徐々に当人同士のね、気持ちが優先されるようになったそうです。それとともに男性が愛する女性に永遠の愛を誓う証として婚約指輪を差し出しながらプロポーズをするという行為が定番化していったそうです。そうなので、日本ならではのね求婚の形、いわゆるその和歌を読んで相手に、アプローチするっていう方法だとか、櫛をねプレゼントするっていう、求婚の形っていうのは昔からあったんですけど、やっぱ明治時代に西洋の文化が日本に入ってきたことで、現在のようなねプロポーズが定着したみたいですね。面白い。そう、皆さんにね富士山見えてるかわかんないんですけど、私のこっち側に富士山があります。で、私のね友達とか周りのことを考えてみると、やっぱり今はその婚約指輪どうするか問題みたいなのがやっぱ話題になるんですけど、日本では多分昭和時代とかは婚約指輪は
だいたいお給料のね3ヶ月分ですよっていう風に言われていました。ただだんだんねそれも私の時代になって変わってきたのかなって思っていて、本当に個人差があるような気がします。結構お金持ちと結婚したいみたいな女の子の場合はやっぱりすごくね高級な、婚約指輪ハリー・ウィンストンとか、グラフっていうところで、多分100万円以上するのかなって思うんですけど、そういう指輪を、結構もらっている子もいたりだとか、あとは逆にねなんか婚約指輪って本当に使わないから別に指輪にお金かけるよりかは2人で旅行行った方が楽しいよねみたいな感じで、その分のお金を、婚約指輪なしで旅行とかにね使うカップルもいるのかなって思います。でその女性のね親と男性の間で決めるものって話もあったと思うんですけど、やっぱそこは結構変わらないのかなというか、これもちょっと日本と海外の大きな恋愛の違いだと思うんですけど、海外だと結構ね付き合って、真剣に付き合うってなったら、その時期がどんなに浅くても両親とか家族に合わせたりすると思うんですね。もちろん家族と仲良くできるかっていうところも交際の中でね結婚を考えるのは大事だよねっていう考え方だと思うんですね。でも日本では親に紹介したりとか家族に紹介するのって本当にもう絶対この人と結婚するって、決めたぐらいの時結構その角度高めの感じがあるかなって思います。あんまりね気軽に親にね紹介する人はそんなに多くないのかなっていうふうに思いますね。なので結婚するってなって初めて相手に両親を紹介したりだとか紹介をされて、そこからね正式に、本当に結婚できるのかっていうところはね結構また問題になってくるかなと思うんですけど、なので結構、何年も付き合ってても家族とね会って実際に会って交際を反対されちゃったとかいうケースは私のフォロワーさんの話でも聞いたことがあります。はい、なんか九州の女性のお父さん結構厳しい人多いので反対されちゃったっていうフォロワーさんも実際にいました。なのでねちょっとそこは西洋の文化取り入れてちょっと早めに会って交際を本格的にする前に親にいいかどうかっていうのは聞いた方がいいかもしれませんね。はい、で皆さんももし日本人の彼女ができたら、西洋の文化では早めに親に会ってるから、ちょっと本格的にね長く付き合っていく前に親に会わせてほしいっていうのもありかもしれませんということでね今日もね最後まで私のくだらないねポッドキャストに付き合っていただいてありがとうございました。皆さんからねこんな動画が見たいっていうねコメントぜひお待ちしていますので、またね、まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録していただいて、いいねとね高評価とはねいろんなコメントいただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。